2020年7月5日に東京都知事選挙が実施され、現職の小池百合子氏が次点以下に大差をつけ再選しました。現職都知事の任期満了に伴う選挙は2011年以来9年ぶりで、令和時代に入ってから初の都知事選挙になります。都知事選挙における立候補者の人数としては、歴代最多となる22人が立候補し、17日間の論戦に臨みました。新型コロナウイルスへの対応、東京の経済再生策、ポストコロナの都政運営などが大きな争点となっている中、候補者の一人である諸派の後藤輝樹氏は、公約の一つに台湾の祖国日本復帰を掲げていました。2016年の東京都知事選にも出馬した37歳の後藤氏は、今回選挙ポスターにコードギアスシリーズの登場人物ルルーシュ・ランペルージを想起させる衣装とキャッチコピーの写真を使用したことが話題を呼びました。帝国を潰そうとする黒の王子に扮し、東京を世界トップの AI、IT 都市にするという政治観を披露していました。後藤氏は政権で台湾に対し中国併合、台湾独立に加えて祖国日本復帰という第3の選択肢を提案した唯一の政治家です。台湾人が日本人として祖国に帰るという意思を持っている限り、それを受け入れるように新しい日本を導いていくと強調していたのです。彼だけではなく、台湾民政府という政治団体が台湾は日本の領土という主張をしています。台湾民政府は台湾の立ち位置は戦後の沖縄と同じく台湾はアメリカ占領下の大日本帝国であり、台湾人は日本人だというものです。我々は日本人である。したがって近い将来、イギリス連邦のように天皇陛下の台湾という日本連邦の一国として国際法に基づく台湾を樹立し、その後国連に加入するという目的を持って活動しています。この祖国日本復帰は台湾で大きな話題となっていました。中国との関係悪化や香港の現状を見ていることもあってか、意外にも現地のインターネットでは肯定的な声が多く寄せられています。それではネットの反応をご紹介しますのでご覧ください。このアイデアはいいね。日本と一つになろう。台湾の日本復帰に関しては一度国民投票をするべきなのかね。興味深い公約だ。だけどもし台湾人が国民投票で日本への復帰を支持しても、日本は外交的配慮から受け入れを拒否すると思う。重要なのは、1946年に蒋介石が台湾を中華民国の省として創設したことで、中国共産党がその隙を突く機会を得たことだ。実は台湾は1952年まではまだ日本の領土だったのです。台湾と日本は家族なのでね。不可能な話ではないよ。一国に制度を導入すればいいんだよ。かなりシンプルなことだろ。日本に支配されるのが嫌だという人がいますが、その人たちに中華民国の国民党体制の中で暮らすのが好きかと聞きたいのですが、台湾が自分の国を作る決意がない限り、中華民国に支配されるくらいなら、日本と一緒にいたいと思います。日本に所属するとしても、一国に制度があるならいいかも。そして、伝染病対策は自分たちのやり方でやらせてほしい。個人的には支持する。日本車も安く買えて、日本で家を借りるのも簡単になる。ゲームだって日本語版を直接入手できたり利点は多い。もしも実際に
台湾が日本に復帰すれば、ディエオユーデオ、日本名、尖閣諸島の問題は解決じゃん。日本の新型ウイルスの感染状況を見守ってからだな。実際、台湾人の真のアイデンティティは日本人でしょ。少なくとも、俺の両親は、そういう意識を持ってる。台湾が中国の足かせから脱して国際世界に飛び込むには、日本に戻ることが最も現実的なアプローチだ。中華人民共和国は台湾が自国の一部であることを世界に宣言し、強引に論証し、世界を欺いてきました。自分のものであるならば、なぜ他の国と外交関係を結ぶ際に台湾を自分の一部として認めてもらいたいのでしょうか。嘘も100回言えば真実になるのでしょうか。日本連合公国に加わるということなら悪くない発想だと思う。よっしゃ、満州も一緒に戻ろうぜ。俺は日本より台湾の文化が好きだ。わざわざ大それたことを考えてくれなくても結構。もちろん日本への回帰は一つのオプションだけど、当然台湾が一つの国になるのが一番理想的だよね。日本復帰はありえない。というか、やめておいた方がいいだろう。対日の文化は、すでに別物になってるんだ。今の友情関係を壊すことになるだけだ。個人的には反対しない。台湾の日本復帰は、いわば沖縄と同じケースだよね。植民地化されるよりもいいよ。もし、台湾が日本に復帰したら、神社がたくさん復活して、日本人と同じ生活様式になって、鉄道も便利になる。だけど、自分たちの言葉はなくなってしまうね。日本が台湾を統治していた時代、人々は日本語だけを話すことを強制されていたわけではありませんよ。俺たちにはオランダという祖国もあるぞ。俺ならこの候補者に10票投じるね。中国か日本を選ばなきゃいけないなら間違いなく日本を選ぶ。一番は台湾の独立だけどね。でも自由を奪われるよりも日本に復帰したい。一向に値する公約じゃないかな。日本は政府だってこっちの人たちよりも有能だし。感染症対策は台湾政府の方が優秀だったけどな。俺は日本を愛してる。日本復帰に関しては何の問題もない。日本よ、今行くぞ。実際のところ私は悪くないと思う。日本はいい国だもん。ついに日本人になれる時が来たぞ。可能ならできるだけ早く復帰を実現してほしい。俺はずっとそうなることを願ってたんだ。台湾はいろいろな国の支配を受けてきて、その都度その恩恵を求めてきた。ようやく台湾人がこの土地の主人になったのに、なんでまた他の国の支配下に置かれたがるんだろうか。ああ、日本の統治は良かったよ。だけど台湾から本土への持ち出しも多かったんだ。自分たちを安売りするような言動は控えよう。正直言って実際に台湾は日本の領土だと思う。それに台湾が本気で独立するっていうなら、まず日本に所属して、その後日本から独立するしかない。個人的には台湾人と日本人が一致団結して世界の中心で活躍するっていうのが理想だけどね。国民党幹部による60年間の歪んだ教育。日本を誹謗中傷する人ばかりです。台湾は常に合併して飲み込もうとする外国に囲まれているので、独立するよりも対抗できる民主的な国を見つけた方がいい。悪くないですね。日本の時代に戻っていく。また儲けが出そうですね。よかった。
リエオ誘導は、これから私たちのものになります。東京も大阪も私たちのものです。他の公約を見れば、この人がお笑い枠であることがわかる。だから台湾人は真剣に捉える必要はないぞ。とにかく応援してくれる人が少ないので、見ていて楽しいですね。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。台湾の独立に賛成する方は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。